概要欄に目次ありますからね、適当にくつろいでってください。全部は聞く必要は全くないタイプの動画ですよ。ね、あるでしょ、そういうの。でしかも動画じゃないですよ。ラジオですから。本当に好きなとこだけ聞いたりとか、てかあれだな、流しっぱにしといてもらえるのが一番いいんじゃないかな。ね、おのおの好きなようにくつろいでいってください。僕もそうさせてもらいます。目次はさ、ずっとつけるようにしてるんですけど、チャプターってやつあるじゃないですか。あれってどうなんだろうね。調べろよ。あれ、なんかどっかからやるのかな。なんかさ、YouTube のさ、いろんな編集っていうか、投稿した上でのいろんな設定みたいなのをさ、全部アプリでできるようにしてほしいですよね。結構ね、ブラウザでも多分ダメで、PC 版でPC 版のページにスマホで変えられるじゃん。で、開かないと、なんか操作できないこととか多分結構いっぱいあるんですよね。チャプターっていうのもあったら便利なのかなと思う。でも概要欄の目次とそれはそんな変わんねえか。それよりね、オートダビングって知ってます？なんか吹き替え、AI の自動生成なんと思うんですけど、吹き替えが今 YouTube で結構来てるらしくて、やりたいんだよね。いつもの祈りですよ。そのために自分が何かをするとかはちょっと僕は努力は何もしないので、祈りを捧げているところなんですけどね。っていう言い方をするってやつですからね。あんまり僕の言うことを本気にしないでくださいね。僕のあらゆることはっていう言い方をするっていう愉快なやつをやってるだけなんで、オートダビングをしたいなと思ってできんのかなとか調べたりして、で一応できなくはないっぽいんですよね、このチャンネルは。で、それやるためにはその吹き替えの音声、元の動画の言語と違うことも英語にしか今のところできないのかな。多分日本語の動画から英語にしかできないのかもしれない。今後増えてくらしいんだけど、少なくとも英語版の字幕っていうのを一回自分で操作して、それも自動生成で作ってくれるんだけど、だから間違ってるかもしれないんだけど全然をアップロードして、でチャンネル自体の設定としてオートダビング版っていうのをどうぞそちらで YouTube さんの方でどうぞやってくださいっていう許可をするっていうモードにするっていうこの2段階の操作をしてるんですね。だからオートダビングその字幕と吹き替えの方はどうぞ吹き替えつけちゃってくださいよっていう風に任せるっていう設定をチャンネルとしての態度だけ示しておくっていう設定をして、でそれとは別に吹き替えの元になる字幕っていうのは一個一個の動画に公開はしなくてもいいけどアップロードした後でウェブの方から設定をしなきゃいけない。ちょっとここはめんどくさいんですけども、でも一応ねそれをね直近の何個かの動画の分もいろいろしてあって、どうなってます？オートダビング今回とかどうですかね。もう今回のはちょっと多分すぐになんかちょっと時間かかるっぽい、なんかそこら辺がね分かんないですよ。だから今言ったようにチャンネルの方の設定として、全部オートダビングしてくださいっていう設定はできなくて、どうぞそっちでもう勝手にやっちゃってくださいよっていうところまでしかできないらしいから、これは本当に祈りを捧げるしかない。珍しく本当の祈りを捧げているところで新しい概念が生まれましたね。自分の中のこの流行語というか祈りっていう考え方を最近は取り入れるようにしてましたけども、新たに本当の祈りというね、これが今まで僕以外の人たちが使っていた祈りのことなんですけれども、嘘の祈りの方で言うとですね、部屋がずっとね暑いなと思って涼しくなんねえかなっていう祈りを捧げていたところですね、もうすぐ祈りが届きそうです。ていうかスポットクーラーが届きそうです。置き配で祈りが置き配で届きそうですね。今日届くっていう風に Amazon から言われてて、これね Amazon で買うのもどうなんだっていうのもねラストマイル見ていこう多少考えてはいるんですけれどももう分かんないからさ、何をどう選んだらいいかも分かんないから、でしかもスポットクーラーっていうので本当に涼しくなるのかどうかも分かんないから、本当にわらをもっていう感じで、とりあえずすぐに届くやつを、頼んで、まだ届いてはないみたいな、今日届くっていう風になってんな。本当に来るのかな、何時に来るのかもうちょい教えておいてほしいですけどね。それが来ないことにはこのショートセラピーに関する祈りをここ最近捧げてたところなんですけれども、そっちの嘘の祈りもね届きようがないって思うんですよ。
ちょっとせっかくこうやって祈りとかっていう言葉をさうやむやにするための言葉を使って自分で自分を煙に巻くためのいろんな遠回しな表現を使ってるのにあけすけな話をするのもなんか気がめいるんですけれども、要するに歌詞書いてでトラック作ってできたらじゃあそれ動画に撮って投稿するとかもたまにはすっかなみたいな、それでありがたいことに高評価も2件いただきましてありがとうございます。その話はまだ多分今このテイクではしてないよね。後で改めてしますけど、のためのね準備をしてる、多分祈りを嘘の祈りを捧げているところなんですけれども、そんなもうちょいなんですよ。もうちょい、できるんだろうなとは思いつつもね、もう考える気になんないさ、暑すぎてさ。てか実際もね多分パソコンなんか起動しちゃダメだと思うんだよね、あの暑さの中では。だからもうどうしようもなくて祈ってもないです。祈りが届かないっていうかもう祈ってもなかったですね。とりあえずこの1週間、前回多分第125個でその話をちらっとした通りに、ね、もうクーラーを買おうと諦めてねという買おうじゃねえやクーラーが家にあったらいいなという祈りを捧げる1週間にしたので、とりあえずその祈りはちゃんとそれすらしないっていうその祈りすら捧げないっていうことにならなくてよかったなと思いつつも、ただねもう本当にね一日お休みだとかなってもね目は覚めても、暑いからってこともあるんだけど本当に全く動けなかったですね。自分でもびっくりしちゃった。本当にもう塞ぎ込んじゃってちょっと前なんだっけな、どのタイミングか忘れたけど、だから多分一周動画急に週刊少年トランスを休んだあたり俺なんか元気だったんだけどな、あれ何だったんだろうなっていうね塞ぎ込んでましてですね、そこら辺の事情があっての今週の最初から挨拶とかをちゃんとしないぞと、今週もとにかくくつろぐぞというモードなわけであります。でそれついでに、何にもできないから何かやった感が出したくて、ずっと前に撮ってあった、ショートセラピーが公開されたみたいなことだったりすると、その一つ前に投稿された動画の話をするのにうまくつながりやすいんですが、別にそうではないんですね。これ投稿はねもうしてあって、ショートセラピー、日光浴セラピーっていうのをずっと前に、すごく勘のいい方だったらお気づきいただけたのではないかな。っていうか最近字幕とかオートダビングとかやる操作の流れからエンドカードみたいな終了画面っていう設定がブラウザ経由するとできるのを知って、そんなんをしたことでその一つ前の動画にも、最後に再生リストショートセラピーが表示されるようになったので、そこから他の、過去の動画見てくれた人もいないわけではなかったらしいんで、そういう方が気づいてくれてるかなと思うんですが、1年以上前に、2本通ろうと思ってちょっと音出せるところに行った時、ついでになんかもう1本ぐらい撮るかってその場で、急いで作った歌ですゆえにねちょっとこうクオリティの方がいやクオリティは別に全部低くていいんだけど、ただあまりにもなんか完成して、アップロードはしてでどんな感じかなって自分で振り返って見てみたときに何やってるか分かんねえなって思った記憶があったんだよね。でそれっきり非公開のままなんかなーって思ってて、じゃあ一回きっちり作り直して、もう伴奏は打ち込んである何かにしてとかで作り直すかとか思ってるまま、もちろんそんなこともせずその祈りも届かずほったらかしてあったんですけど、なんか公開しちゃいました。でこれはそれはもう意味とか理由とか本当になくてですね、なんか公開しちゃいましたっていうことなんですけど、しかも挙句がさ、ありがたいんだけど高評価2件もついてるでしょ。いやありがとうございますなんですよ。でその高評価押してくれてる人が今ここにいるんだったらもう本当にありがとうございますの一言に尽きるんですが、ただもう分かんねえなっていう気持ちになっちゃうよね。だって自分で最初に振り返った時にあれこれ何やってるか分かんねえぞっていう印象だった動画なんですけど、もうちょっと具体的に言うと、鍵盤触りながら、弾き語りっつうか別に伴奏の方はコードを押さえてるだけなんですけど、だから鍵盤でリズムを取りながら歌ってる感じなのに、その自分の歌う時の呼吸の都合とかに合わせて BPM を勝手に変えすぎなんですよね。いくらなんでもちょっとリタルダンとアッチェル、フェルマータがもう無作為に並びすぎてるので、これ聞いててどういうリズムなのか分かんなくねえと思ったんだけど、別にそれでもね高評価を押してくれる人がいるっていうことは、ってことはね、俺は単純に
中身とかクオリティとかのところを見てるんじゃなく、これ完全に僕の目論見通り、期待している通り、そうあってほしいなと思う通りに正しい見方をしてくれている人たちがいて、なんかジタバタしてる感じ、なんかジタバタしてるやつがただジタバタしているクオリティの低い完成品としての何かっていうのを、その過程も込みで面白がってくれてる人がいるんじゃないかなって。それはもうちょっと前の、ガンダムの話した雑談動画の時も同じ仕組みで、それで楽しんでもらえてるんじゃないかなっていう風に解釈したいところなんですが、だとすると週刊少年トラストはなんでこんなに評判が悪いんだろうか別に悪かねえんだけど、低評価つけられてるとかではないんだけど、おかげさまでありがたいことにね、高評価もなんかめっきりつかなくなっちゃったしさ、なんでなんだろう長いからかなそうですだから本質的には投稿されてるもの全部同じなんだけどなぁと思いつつ、どうしたらなんかたくさんの人に構ってもらえるのか模索しながらね、しばらくはちょっとこのショートセラピー方面でいくつかの祈りを捧げられそうかなと、その土台作りのために今日はまず、部屋が涼しくなればいいなという祈りが置き配で届くのを今かと待ち望んで、だからさ、ちょうどその置き配で祈りが家に届くところに合わせて家に帰らないと暑い中待つっていう辛い時間があるわけじゃない。でそれまでどう時間潰すかみたいなのもね、ちょっとこれめんどくさいところですよね。こういう時こそ映画館でもっていう話もあるんだけれども、絶対寝ちゃう。やっぱね、部屋暑いとね、部屋で寝れないですね。多分ね、今日が月曜日のもう朝8時になるところでしょ。金曜日から土曜日にかけてちょっとそれまでの睡眠負債を一気に返済した感じがあったんですよ。てか金曜からもう土曜に明けて、土曜の朝7時ぐらいにようやくもう暑くなり始めてんだけど、寝入ることができて、そこから断続的に汗だくになりながら、夜7時までですね一応寝ることができたんですよ。でもそんな遅い時間まで起きちゃったもんだから、次の日また労働があったんだけど、土曜日の夜7時で1時間ばかりの仮眠を取った程度でなんですよね。もう暑いとわけわかんなくなっちゃうよね、本当に。でも別に寝たくもない。こういうわけわかんない体調の時はとりあえずちょっとこの週刊少年トランスはもう僕にとってのロングセラピーなんで、今日はもうひたすらこうやってだらだらくつろぎジャンプの話はするけれども基本的にはくつろぎますよというところと、あとこういうわけわかんない体調の時に調子乗って映画館なんか行っちゃうともうぐっすりですよ。しかも今映画館に行くとしたら何見るって言ったら、当然ね僕はね F1 なわけですよ。で F1 ね、あれ3時間ぐらいあるんだっけ、そんなにはないから結構長いんですよね。これはちゃんとコンディション整えてからいかないとやばいですよ。他に今やってる映画で気になるのがなんだっけなジャンクワールドあんのか。ジャンクワールドちょっと気になるなと、28年後はどうなんですかね。なんかそれはちょっといろいろチェックしたけど、そこまで別に自分に刺さるやつでもないかもしれないから別にいいかなと思う。 F1 はちょっとせっかくだからなんか IMAX ものっぽいしとかも思うのと、あとなんだっけ、マイケル・ B ・ジョーダン主演だっけ、多分マイケル・ B ・ジョーダン主演の監督はライアン・クーグラーのやつが札幌ではね IMAX で見れないっぽいです。もしかしたら最初だけやってたりしたのかな、俺が見落としちゃったのかな。なんかちょっと調べれば調べるほど IMAX でこそみたいな、なんなら普通の IMAX じゃまだ足りないぞぐらいの話だったりするらしいんで、テンション下がっちゃいますよね。で本来だったら F1 以上に前からそのなんかすごいのが来るらしいぞっていうので僕がワクワクした映画がですね、メガロポリスなんですけど、これはちょっと本当に有識者の方に聞きたいんですけど、なんでメガロポリス楽しみにしてたかっていうと、なんかそういうのが作ってるらしいぞみたいな話が聞こえてきた頃、多分1年ぐらい前まではケイト・ブランシェット出るって書いてあった気がするんですけど、なんかいつの間にかなくなっててクレジットにも見当たらないんですよね。ちょっとは出んのかな。ちょっとは出るんだったらもう走って見に行きたいんですけど、誰か見てきてくんねえか代わりに出てこないのかな。なんか検索したらあれだよ、結構前の記事だと
予定されてるキャスト、でもそっか、出演交渉ぐらいの感じだったのか。なるほどね、交渉されてたっていうことだったのか。じゃあ出てないっぽいな。じゃあメガロポリスは見る意味なし。F1 だけどな。でも F1 は別になんか今のところ見に行く予定なくて、単純になんだっけ、この前のね、トップガンマーヴェリック、トム・クルーズがチャンネル登録してくれた気がするっていう症状が出て、症状って言うな気がしたんで、トム・クルーズの定番のやつ見とこうって思って、見たら面白かったから、これ劇場のやつだなと思って、で F1 ってなると、トム・クルーズものじゃなくなっちゃうんだけど、でも同じ監督で、しかもその戦争要素も乗っからなくて済むバージョンのトップガン的なことだなと思って、これはもう IMAX で見たいっしょって思ってるところなんではありますが、これに関してはちょっとあれだな、中間の祈り、その実現に至るまで自分が全く何もできないような事象ではないはずだから、なんか自分から働きかければいいんだけど、ただ積極的に働きかけようっていうよりは、なんか回り回ってなんかたまたまタイミングがあったりとかでそういうことになったらいいなってぼんやりと思っているという、これは嘘の祈りとも本当の祈りともつかない中間の祈りですね、 F1 に関しては。といった具合にですね、これダラダラとくつろいできましたが、こんなにも、長時間このぐらいの長さのダラダラを、やっているということからもね、お察しいただけるのではないでしょうか。普段だったらこのぐらいの長さダラダラ喋るんだったら、ハッシュタグつけられそうな感じに何か題材を取り上げたりするものです。必要経費のコーナーというふうに題しましてですね、要は映画ですね、多いのは最近見た映画とか、の話をすることによって、流行り物に便乗していこうということを割と心がけているのですが、今言ったような事情で、映画館にはもう全くしばらく行けそうにないなっていう雰囲気でありまして、でもそれでも大丈夫なんです。なぜならね、今ね、便乗するのにうってつけのものが今来てっから、ディズニープラスでですね、アイアンハート、これがもうね、3話3話で多分2週間とかでね、一気に全部公開されたらしいんですよね。これをね、見てないんですね。これは見りゃいいんですよ。これはもう別に、だから家でもう全く布団から動けない時にでもゴロゴロしながらでも見りゃいいんですけど、やっぱね、わかるでしょ。だから積んどくとかってそういう考え方だと思うんだけど、体力いるよね。なんか楽しみにしてた面白いものを見るとかって、全く見てないわけじゃなくて、2話ぐらいまでは見たかなってところなんですけど、ぐらいですね。ぐらいですよ。っていうか俺デアデビルも見終わってないからね、ボーンアゲイン。だから今週は何のハッシュタグもつかないんではありますが、だからこそこれだからその作品のファンに見つかることがまずないであろう回だからこそ、ちょっとあえてきついことまで言うと、やっぱ海外ドラマのさ、引っ張り方っていうか引き込み方の感じがいまいちなんかこうちょっと体力求められるというか、がっつり見るぞっていうモードになれば最後まで一気に見ちゃうんだけど、で実際デアデビルボーンアゲインに備えてディフェンダーズ系のを最初の方少しでもちょっと見とくかと思ってデアデビルシーズン1とジェシカ・ジョーンズに見たときは、その海外ドラマっぽい引っ張り方がすごい自分にとってフレッシュでもあったし見れたんですけどね、やっぱどっちかっていうとね、そうね、俺はバカリズムが脚本を書いてるドラマが見たい。もっともっと見たい。やっぱ最初の方は1話完結的な感じで、もうその1時間とかの中で振りがあってオチがあって、見終わったぞっていう満足感あって、でそれプラスちょっと匂わせとかがある程度にしてほしい。もうずっとクリフハンガーじゃね、ちょっと途方もないなっていう気持ちになっちゃうんですよね。ジェシカ・ジョーンズシーズン1とかがむしろそれが楽しいっていう話を、それがハマったっていう感想を俺喋った気がするから、結構こっちのコンディション依存なところはあるんですけど、だからこっちのコンディション依存だな、完全に。だって俺ヒロアカのアニメの一番新しいシーズンとかも多分最後まで見てないまま止まってるんですよ。坂本レイズも途中まで見て止まってるし、逃げ若は見たいなと思いつつも、なんか逃げ若結構クオリティ高そうだから手出せずにいるし、
結局一番ちゃんと見てる今のジャンプアニメウィッチウォッチなんですよねウィッチウォッチ見やすいわ。気軽に見れてなんか入ってきやすいし、とりあえずその輪だけ見て満足感あるし、ウィッチウォッチ見るわ。だけじゃないと思うんですけどね、見やすいっていうだけじゃなく、なんかそれ以外に僕が今こう喋ってる中で自分で全然気づけてない、いろんな魅力ゆえに引き込まれてもっと見たくなっちゃうというところがウィッチウォッチのアニメにあったりもするんだと全然思うんですけどね。やっぱついこう喋ってると極端な話になりがちですね。オタクの良くない癖ですね。体力がないから止まっちゃってるっていうのが本当に 100% ではない気がする。ダンダダンとかに関しては原作もまあちょっと止まっちゃってるものの、ただ原作では一応終えてたぐらいの、分でアニメ止まっちゃってるんですけど、ダンダダンはね、原作読んでた時のイメージよりもうちょい、これ俺に向けられてないやつだって思っちゃったかもしれないやっぱこんなにオタクに優しいやるものだったっけかってなっちゃってるところがねあるかもしれないですね。チェンソーマンはそういうんじゃないか。でもまあそうね、なんかチェンソーマンもねアニメで見るとね、そうか俺漫画読んだ時自分の好きな場面以外すげえなんか早く読んでたんだなーっていうのに気づきましてですね、これからやる映画のレゼ編もね、レゼ編って多分僕レゼ編の後結構チェンソーマン食いつき出したの遅かったから単行本で一気に追いつくために読んだって感じだったんですけど、レゼ編の後にね僕ね相当速読だった気がするんですよね。何にも覚えてないですよね。あんま多分レゼが好きじゃなかったんだと思う。てかどんなキャラか覚えてもないんだけど映画館で予告流れてるでしょ。アニメで見てもそうだよね、こういうキャラだと思うわ。だから漫画のイメージの通りにキャラクターを、原作のイメージ大事にしてキャストの方が演じてる感じするわっていう風に思ってですね、映画館に見に行かない気がするんだよなでも今レゼで喋りながら検索してて気づいたのが、キャストの人が俺が想像してた人と違った。俺勝手にあの人だと思ってた。高橋理恵さんだと思ってたら上田玲奈さんでした本当に今週はハッシュタグとか全然つけない回でよかった。本当にファンの方に見つかったらお前何にも分かってないくせに分かったの口聞きやがっててめっちゃ叩かれそうなこともせっかくなんでいっぱい言いますけど、なんかね最近のアニメのその演じ方のトレンドの変遷というかそっち方面あるじゃないですか。僕の中ではやっぱ高橋理恵さんに代表される感じのそっち方面というかなんかリゼロのちょっと名前わかりませんけども、リゼロのおそらく一番メインなのかなっていう感じのヒロインの感じですよが多分高橋理恵さんですよね。あっち方面のポショポショ喋る感じの、ヒロインキャラとか、がなんかやっぱちょっとな俺がアニメで見たいのと違うな。俺はやっぱアニメはもうナミみたいなのが好きなんですよ。ワンピースのナミみたいな喋り方をもう全員してる。ルフィみたいなやつとナミみたいなやつが、アニメにはいっぱい出てこいって思ってる。大好きなヒロアカのデクアニメ版でもすげえいいですけどね。デクですらたまにちょっと俺の好きなアニメの感じと違うなって思うことあるぐらい時代遅れな感性を持っているんですが、まさしくレゼも多分原作読んでる時からチェーンソーマン読んでる時からそんなイメージのキャラだったなーっていう感じがしたんで、アニメ化でやっぱりなんかそういう感じの演じられ方になっててなーっていう話だったんですけど、でもねちょっとそこら辺に関して、考え直さなきゃなと思うのはそれもウィッチウォッチなんですよね。ウィッチウォッチのカラちゃんクラスメイトのねを演じてるキャストのところのクレジット見たらその高橋理恵さんの名前があって、こういうパターンもあるんだっていうのをね僕はね勉強してね反省したよ。でしかもレゼの声やってる人は上田さんは僕の大好きなモブコちゃんたちの声の人のはずだから、ってことはねやっぱ今ちょっとそういうポショポショ系がおそらくね、ジブリがその専業の声優さんを起用しないっていう方向を打ち出して、そこに影響されたそのポストジブリ世代の監督たちもわざとなんかこうアニメの
文法に沿った演技の仕方以外を模索する感じでいろいろやってるっていうののね、表面だけ、真似たようなのを本物のアニメでもやって、本物っていうかね、アニメの文脈で見られるであろうアニメでもやってるんじゃないかなって俺は勝手に邪推してるんですけど、なんかちょっと新世代のトレンドに今寄ってますが、そこから、きっと戻ってくれるんじゃないかな。やっぱりね、やっぱ俺は全員何みたいな感じがいいからあと宮崎駿のアニメもそんなにいっぱい見たことあるわけじゃないけど、一部のね、すごいちゃんとそこを向き合ってるなっていう上手い人は除いて、やっぱね、風立ちぬの主人公とかトトロのお父さんとか変でしょと俺は普通にもう第一歩の一周目の感想をするけど、やっぱ風立ちぬの主人公とトトロのお父さん変だよね。ハウルはいいよ。ハウルとかのさ、あと丹羽明宏さんはいくつかの作品に出演してたりするけど、そのパターンはあるけど、そこでもうアニメ専業じゃない人がもうがっつりアニメやるぞって本気出してるパターンのでたまにぴったりハマってるのとかはあっていいのはわかるんだけど、でも一番いいのはやっぱりパズーでしょ。パズーと、あとあれね、何気にこれもナミなんだけど、紅の豚の若い女の子、多分ナミの人のデビュー作なんだけど、俺それテレビで金曜ロードショーで見てびっくりしたんだよ。めっちゃいいんだから。やっぱそれがね、僕はアニメでは一番好き。なんでこの話になってんだっけだからアニメ見る体力ないっていう話、一旦極端な結論が出てから、いや俺のせいだけじゃないっていう方に転がったのかな。だからヒロアカとかの普通に好きなアニメの続きちょっと溜まっちゃってるやつ、坂本龍一とかもね、割と、いや坂本龍一なんかアニメそんな評判良くなかったっぽかったけど、俺全然嫌じゃないんで、そこそこ体力がある時に見進めるだろうなとも思いますし、でダンダダンとかはもっと体力がある時じゃないと見進められないかもなっていうふうにも、でもダンダダンはあれだな、おばあちゃんはすごくいいね。やっぱアニメって感じがしていいよね、やっぱね。しまった、今週必要経費のコーナーないから終わりどころない。このまま無限に本当にダラダラくつろいでジャンプの話せずに終わってしまう。どうしようかな。なんか一旦じゃあちょっと区切りをつけるためにな、ユニクロのトイストーリーの T シャツ出て、で写真だけ見てすげえ楽しみにしてたいい感じのダサカワがあったんだけど、なんか実物見てみたら違ったっていう話は今言った以上のなんか気づきとかが特にないからな。ボツだなウエストランドのブチラシでちょっと前から定期的になんだっけな、宮沢賢治ってどこの人？岩手か。岩手にある宮沢賢治記念館みたいなところにブチラシのグッズのスカジャンを着ていったら、同じの着てる人にたまたま出くわしたみたいな、なんかウエストランド好きには宮沢賢治好きが多いのではみたいな話がブチラジの中でにわかに盛り上がったりしてるのがあったんだけど、でも俺それを最初にその話題を最初に聞いた時に一瞬思ったけど、多分この週刊少年トランスで喋ってないよね。M1 優勝したどうなんだっけな。いや M1 優勝した直後のドリーム東西ではさすがにやってない。そこまですぐにできた新ネタではなくて、さらに次の年ぐらいのドリーム東西でやったネタだと思うんだけど、でしかも M1 優勝した時のそのあるなしクイズのネタの進化版みたいな感じで、それを最初にタイタンライブで披露した時に結構2連覇しようとしてるんじゃないかっていう噂が令和ロマンよりももっと前にね、ウエストランドは2連覇をしようとしてるんじゃないかっていう噂が一瞬経ったぐらいのすごいネタがあったんですけど、だからあるなしクイズの方式で井口が何かに悪口言って、で次その悪口に対して井口が反論して、でまた次逆側の意見言ってでどんどん膨らんでいくっていうすごいやつがあって、あれさビジテリアン大祭だよね、宮沢賢治の。完全にね。または R 指定のみんな違ってみんないい樋口一葉になっちゃった。樋口一葉じゃないかみんな違ってみんな、金子みすずか適当だな文学の知識何もないのが露呈しましたけども、たまたまビジテリアン大祭だけ読んだことあったんで気づきましたよ。でもそんなこと別にウエストランド井口さんは気づかずにやってるんでしょうけど、たまたまね宮沢賢治と近い作品にたどり着いたってことなんでしょう。でも実際さ、そのビジテリアン大祭っていうのはベジタリアンのヴィーガンの、世界的な集会みたいなのが開かれるところに
ビーガンをちょっと冷笑したりとかバカにしたりとかアンチビーガンみたいなやつが集まって妨害しに来て、でその場で即興討論会みたいなのが始まってどんどん盛り上がってくるっていうので、もう本当に代わり番号にそれぞれの意見の長台詞が応酬される感じのやつなんですよ。そういうなんかこうビーガンをネタにするような小説を自身もビーガンであるベジタリアンであった宮沢賢治が書いてるっていう、そういうこの辺のそのなんか作者とその作品の位置関係みたいなのも、その今言ったウエストランドのネタで野球のこともサッカーのことも確かにってちょっと何にも知らない門外漢からすると確かにそういうとこをちょっとプークスクス笑えるって思えちゃうような、共感できちゃうようないいバカに仕方でネタにしてるんですけど、でも実際井口さん本人は野球もサッカーも結構好きっていう、特にサッカーかな、でも野球もサッカーも国内リーグをめっちゃ応援してる人なのにそんなネタを作れちゃうっていう、この位置関係とかまで通ずるところあるなっていう。これだけはちょっと結構いい気づきだったから、もうちょいなんかこの話し始めるぞっていうハッシュタグつけるとしたらこの分数秒数からだぞっていう間を置いて喋り始めればよかったな。俺今この話どんな風に始めたっけ。まあ覚えてもないですし、今週はそんなのはつけません。週刊少年トランス。この動画は私ステラピー100連発が大好きな週刊少年ジャンプを読んでぶっ飛んでしまう様子をお楽しみいただく自主制作ドキュメンタリーネットラジオです。今週もね、またね、あれなんだっけ、一週空いたのか、また今週からワンピースのシールがいっぱいつくのかな。来週は違うのかな、今週までかな。今週までっぽいね。あれ今週なんかワンピースの単行本の表紙のシールがいっぱいなんですけど、これで一旦全部なのかもしれない。これ以上いっちゃうともう追いついちゃうから、もうほぼ全部今回ので出し切ったっていうことで、来週はポスターが付録です。坂本デイズのポスターがついてくるっていう感じなんで、まあどうしても紙じゃなくてもっていう感じですけど、今週はどうしてもシールなんでね、シールはもうどうしても紙のジャンプで買う必要がありますので買いました。はい。でね、やっぱりね紙で買うたびに言ってるけどね、やっぱこのでかい画面で見た方がいいんだろうなって感じるところは多々あるよね。今週で言うとね、神楽鉢だよね。神楽鉢は完全にそうだし、あと何気にちょっとこの後ですね紹介しないんですけど、茜話かな。茜話は結構絵で見せてくるでしょう。今週の茜話特になんか変なところにカメラを置いてるような印象的なでかいコマとか結構あったから、かなっていうことも思ったりしました。でも一番面白かったのは今週は忍び事ですね。それでは今週私が特にぶっ飛んだ作品を振り返ってまいります。さて今回は2025年32号表紙と関東カラーは新連載4つ目ですね。これで新連載ラッシュがちょっと一旦終わって、ということはその打ち切りとかも一旦ことで止まってっていうところなんですが、ピングポング、片岡、読み方なんだ、作者の方は片岡義治先生の新連載第1話再起ということですね。始まる前はスポーツ漫画が、新連載4連弾中3つもスポーツ漫画界はいけんのっていう感じあったんですけれども、なるほどそういうっていう感じの印象がとにかく強かったです。特にこのピングポングね、読んでいただければ分かると思うんですけど、言っちゃっていいかな、なんていうの、賭け麻雀的なそっち方面の福本作品的なで実際やることがかなり非現実的なアクションの卓球漫画っていうところですね。この非現実的なアクションの部分で、ね、どのぐらい説得力が持たせられるだろうかっていうところが第1話だけだとちょっとこう伺い知れないところがあったかもしれない。もしかしたら第1話に登場しているものだけでももっと納得いくなんかその攻略法が見つかる時の気持ちよさみたいなのが、作られうるものだったのかもしれないなっていうのは若干よぎりつつもね、でもなんかそれだけでもないしなっていう感じで今ちょっと自分の中で判断ついてないところです。ただ主人公の置かれてる状況がねあまりにもかわいそうだから、あんまりその小難しいノリの漫画にしちゃっても重くて読んでらんなくなる可能性あるから、ちょっとこうファンタジー寄りな
軽いノリで読む漫画だからねっていい意味で大味に読める風にした方がこの世界観とは合ってるのかなというふうにも思うんですけど、であと何でしょうね、この裏社会掛け試合みたいな世界観と組み合わせる競技のチョイスとしての卓球っていうのが他どんなものだったらどんなものがあり得るのかちょっと分かんないですけど、野球とかサッカーとかだとやっぱりちょっと違うじゃん。そんな規模の大きいチームの競技だと、団体競技だと全然話が変わっちゃうし、で格闘技だとやっぱフレッシュさに欠けるよね。そのまんまじゃんっていう話になるから、その卓球は多分規模小さめの狭いところでもできて、テニスでも多分違うんですよ。テニスより卓球の方が良かったんだろうな。このサイズでできて、しかも多分これ話続いていけば卓球ってダブルスあるもんねとかね、とかのあたりはなんか結構面白くなりそうな展望は見えるかなとも思います。マダンの位置第41狩君のために、マダンの位置今のジャンプの中でね相当グイグイ来てる人気作のにしてはもうそんなに僕触れてなかったかなっていう感じで、ちょっと目離した時にあれマダンの位置ってもしかしてっていうのを、これねハッシュタグつけてちゃんと目次にするか迷うような話なんですけど、マダンの位置の読者層って今どんな感じですか？これ今週さ、こんなん完全にさこれどのぐらいはっきり言っていいことですか？でも誰が読んでもこんなん今週の最後の4ページ分ぐらい、もっとだな、最後4ページ分ぐらいかな。誰がどう見てもでしょう読んでない方何のことかと思うでしょうね。これずっと後になってから、この動画をたまたま再生してくれるっていう方がいると、第41回君のためにですよ。単行本で何巻収録かはちょっと僕には分かりませんけれども、ちょっとねこれをね見ていただきたいんですけど、絵による部分がかなり大きいです。作画の宇佐崎史郎先生がそういう風に書いてるっていう部分があるんで、もっとねどのぐらいその西治先生とやり取りしてそこの加減を決めてるのかは分かんないから、ストーリーだけで見ると二次創作とかでそういうそういうクラスターからそういう二次創作がたくさん生まれるっていうことは全然違和感ないかなぐらいのものではあるものの、もうねこの宇佐崎先生の絵によってね一次創作の時点でね、これブロマンスでは済まないだろうっていうぐらいね、2人とも恋愛の顔をしてるように僕には見えるんですけど、そうどう見てもそうだよなこれねちょっと日付変わってすぐツイッターのトレンドとかでマダンの位置入ってないから見とくんだったら、これはもうさすがにでしょ。でしかも仲間になったから正式にこれでね一緒に旅していくんでしょね。その需要に応える今のその需要に応える枠なのかな。確かに今のジャンプでそういう漫画そんなないかも。もしかして神楽鉢はそういうファンついてたりもするのかなとも思うけど、単純に規模がでかすぎるからな。もはや神楽鉢のファン層の中にはあらゆる層が全部内包されてるでしょ。その黒子とか黒子のバスケとかさ、配球みたいなさ、ああいうその男子部活ものみたいなの、スポーツものいっぱい始まったから、そっか春風マウンドとかもしかしたらそういうのになったりもするのかもしれないけど、でも今んとこそういう感じもしないからね。もしかしたらマダンの位置は全力でそこに担う覚悟が決まってんのかもね。しかも新連載の関東からに続いての2番手ってことは実質的に今週の1位ですよ。で完全にどう見てもだったんでね、ちょっとこのことは記録に残しておきたいなと思いました。神楽鉢第85話開く。そうだ、ちょっとごめんなさい、話それますけど、神楽鉢はね海外人気も初期の頃からすごいっていうことで、結構ハッシュタグつけるときになんていうの、アルファベットで KAGURA っていう風にの方のハッシュタグもつけるようにしてってたんですよ。で多分そこから反応があって再生してくれた人とかもいたと思ったんですけど、でもよく考えたら俺日本語で独り言喋ってるだけだし意味ねえなと思って一旦やめたんですが、なんか結構字幕の自動翻訳とかの、あとそもそもの日本語の字幕がつくのとかも精度が上がってるっていうのが分かってきた。あともしかしたらオートダビング機能がこのチャンネルでも時期にやってもらえるのかな、どうなのかなっていう感じもあったりするんで、ちょっともしよかったら海外の人にもね
つながれたらいいななんていうふうに思って、これからまた神楽鉢は海外向けのハッシュタグをつけますということで、ここからは字幕を正確につけてもらいやすいようにちゃんと喋った方がいいな。でもね、今週のね、神楽鉢の中身から言うとまた早口になっちゃったよ、早速。まあどうでもいいか、ちょっと一回好きに喋ろう。今週の神楽鉢の中身から言えば、別にね、これまでの流れ上ね、順当なことが起きてるだけの一話なんですよ。なのに、この面白さ、このかっこよさ、この読み応え、満足感ですよね。もう、どの場面とっても、ふーっていう感じのさ、最高でしたよね。どこが一番最高かね。まあちょっと、いつものことながら、僕はいつも神楽鉢はやっぱここですよって言ってるので言うとね、ページ数が、最初のところ数えて、1、2、3、4、5、6、7ページ目ですね。7ページ目の大きめのコマの、こことかね、ここも初期の頃からの神楽鉢印っていう感じの。にしてはちょっと佐村さんも他のよその漫画と同じぐらいに、かっこいいポーズが決まりすぎてるかなっていうところはあるものの、千尋の方は、神楽鉢印、ほかずのたける印っていう感じの、絵になってますね。あと最近他の先生がハマってんのかなっていう感じがして、そして同時に今のジャンプの中で少なくとも今のジャンプの中で言うと、他の漫画雑誌はちょっと僕詳しくないんで、よそでやってる人いるのかもしれませんが、結構ジャンプではフレッシュだなと思っているのはね、このバトルも終盤、もう決着のところまで来たんで、まあまあお互いボロボロですよ。佐村さんはまだそこそこ余裕ありそうですけど、千尋なんか結構ボロボロですよ。で、線もこう、キャラクターを描く線が荒々しくなってる、この荒々しい線と組み合わされる異常に精密なトーン使いね。これ結構最近の神楽鉢で見れるなっていうのは、千尋がボロボロになりながら頑張っているところの描写でも今週だけでも何回もありましたし、そして一番最後のその、メンタルの方でもうボロボロになって、でもそれも全部むき出しになってる佐村さんの大写しのコマとかもすげえかっこいいですね。この辺はやっぱりね、すごく大掴みに言うと、その呪術廻戦時代のジャンプの絵柄のトレンドっていうのの向こう側のさらに一歩先の時代へ俺たちを連れて行ってくれる、新時代の看板漫画神楽鉢ここにありという感じを非常に感じます。あとストーリー的にもあらすじで言っちゃうと、その順当に起きるべきことが起きてる感じなんだけど、でもなんだろうな、その話数またいでのところの区切り方のうまさとかもなんだろうな。前回でその千尋くんが確か前回でだよね、その刀でひび入れて見せつけた力、俺もやるんだっていうところをその格上の大人に見せつけたっていうところで一周空いてで今週っていう風に区切れてるからこそ、その見せつけたのところで一旦お話が止まってるのが我々読者に印象付けられてるからこそ、今週の話では結構普通に佐村さんそこから巻き返してこのまま戦い続けたら別にやっぱり佐村さんが勝ってたなっていう風にも見える。でこの両方が描けてるのがいいですよね。千尋はちゃんと力を見せつけたけど全然佐村さんの方が上で、その上で佐村さんは目を開くことに決めるわけですね。やっぱこれ絶対その千尋が戦って勝ったから佐村さんが言うことを聞くじゃなく、戦い続けてたら佐村さんが勝ってただろうけど、それでもちゃんと説得が通じての方やっぱ面白いもんね。だけどかといってその千尋が全然叶いませんでしたっていう印象になっちゃうと、それはそれで違うというか、それはそれでもったいないから、やっぱここね、話数の区切り方がうまいってことだと思います。でもにしてもやっぱその最後のページの佐村さんの顔と、あと服とかの襟とかもそうだけど、すごいと思う。この絵は本当にフレッシュだなと思いました。忍び事第40話優先順位、ちょっと掲載順がこんな後ろなのが本当信じられないですけど、でも来週はまた、ページ大増とかそんな感じらしいです。結構しょっちゅうページ数増やしてるよね、忍び事ね。すごいよね本当。よくこんな作る。だってみたらしサンタ先生は他にもいろいろやってるもんね。すごいですよ。で今週も絵もかっこいいんですけど、やっぱりね今週はね、もう見た人は読んだ人はもうね同じところで度肝抜かれたでしょ。先週も十分面白かったけど、やっぱ今週超えてきたね。これはネタバレせずに進めたいわ。笑うし感動するよ本当。ちょっとでもこれ言うのだけでも結構ネタバレだから、本当に100% で楽しむためにはまずちょっと読んでくださいっていうことでしかないんですけど、ちょっと肩透かしがあって、ズコーっていう肩透かし、でくだらなくて笑っちゃうんだけど、でも同時に一思春期の少年の成長の過程として
これ以上なく真っ当だし、でやっぱ切実っていうね、やっぱこの辺がね、最初の頃から結構言っちゃってますけどね、何々に似てるっていうので褒めるのはあんまり褒めになってないって言われるかもしれませんが、MCU のスパイダーマン好きな人にはぜひおすすめな今のジャンプの漫画の1位がやっぱこの忍び事かなっていう感じに思うんですよ。でまたその肩透かし感のそのギャグで笑わせる感じもなんだろう、漫画ならではのギャグ漫画っぽい笑わせ方にこう微調整されていて、でしかもねそれだけでも僕十分今週満足だったんですけど、一応最後のページで、肩透かしだけでは終わりませんよっていうところまで見せてくれるっていう。あとその MCU のスパイダーマンと、アントマンの話とかもちょっと忍び事の話するときにこれまで引き合いに出したりしてたんですけど、以外にももうちょい近いところで、近いところであるがゆえにその似てるみたいな言い方するとちょっと嫌われる、褒め方になるかなとは思うんで、あくまでもあれが好きな人にはこれもおすすめの言い方で言いますけど、ワン先生の漫画にもちょっと通ずるとこあるかもしれませんね。それのジャンプ漫画バージョンみたいな。ワンパンマンもそうだし、やっぱモブサイコのモブの感じで、モブに通ずるとこあるね。でもそれのやっぱジャンプ漫画の感じっていうところだね。それがやっぱ最後のページなのも、最後の見開きのところで、ここを押さえてるからジャンプで戦えてるんですよっていうところだったりもするのかなと思います。はい、じゃあ今週はそんなところですかね。32号でした。今週のトランス、2025年32号のジャンプ掲載作品で一番ぶっ飛んでいたキャラクターを私、セラピー100連発の独断で決定します。今週のトランスは僕とロボコのまどかチュワンです。はい、まどかチュワンですね。完全に今週で一番ぶっ飛んでいたので言うとね、佐村さんはぶっ飛んでたっていうよりもやっぱ今週では落ち着いたっていう感じだし、それはやっぱりね、主人公ヨダカだっけ、忍び事の多分ヨダカ君であってるよね。もうやっぱそこは同じなんでね、今週良かった漫画の良かったキャラクターっていうのは落ち着いたっていう、そこがドラマチックに描かれたっていう話だったので、ぶっ飛んでいたキャラクターで言うとまどかちゃんですね。ロボコの話もちゃんとしておけばよかった。改めてキャラクター選ぶとしたら何かなって思ったらまどかちゃんだったんですよね。ゾロになるところまでは意味わかるんですけど、日本語になっちゃうのはもう完全に意味がわからなくて本当に面白かったです。週刊少年トランス第126話終わり。